韓国ソウル地下鉄クッケウィーサダン駅。終わった終わった。さて今日行くところはこっちや。よし行こう。そう、ここは KBS 韓国放送公社。太極旗と KBS の旗がなびいてる。俺の心もなびいてる。なんで俺が KBS から出てきたかというと、毎週ここでラジオをやってて、それが今終わりまして、終わったということは腹が減るということや。今日はこっから歩いていける。 KBS の目の前にはヨイド公園があったりする。公園を少し見てみると、あれはもしかして、ははー、俺は試されてるわけやな。じゃあ俺はその壁に立ち向かっていったるやないかい。ビル群の前にはバスケットゴール、スラムダンク。この一本大切にパス。こっち。左手は添えるだけ。次はディフェンス。一本集中。打ったぞディラン。リバウンドを制する者は試合を制す。レイアップシュートは置いてくる。そう、天才ですから。もう一人で走り回ってクタクタや。もう諦めたらそこで試合終了ですよ。いや久々にバスケやったわ。もちろん韓国の国会議事堂も目の前にはある。国会の前ではいつものようにデモしてるから、警察車両もたくさん止まってる。一人でバスケやってたからって不審者ちゃいますよ。そんな警察のバスを通り過ぎたら、ここにももう一台バスが止まってる。何これ。献血記念品書かれてんねんけど、今献血したらこんないっぱいなんかもらえんの？多分選ぶんやろうけど。いやでもアメリカのちゃうねんから、1+1って。俺こんな書かれたら何もらおうかな。スターバックスも1+1。スターバックス、目の前にはスターバックス。えらい戦略的やないか。いや俺何もらおうかな。やっぱりでも映画の観覧券やな。これでも1+1やろ。いやメガボックスはな、うち近くないし CGV かロッテシネマになる。ご飯てか昔外国人ダメやって言われたから多分できひんやろな。血見たら倒れてましょう。着いた。早くもっこし。献血する前には何か食べた方がいい。できひんねんけど、とりあえず入店です。こちらのメニュー、食事類と料理類が置いてある。酔いどやから少し割高な気もするけど、最近は日本よりも韓国の方が物価高いからな。만두떡국 하나랑요, 민대떡 하나랑 소주 주세요. 소주 진로 있어요? 네. すぐ来た。この青いラベルを見るたびにぐる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 。これ飲んで献血いったら商品券もらわれへんでローリング。俺の血はガマちゃんで作られている。くだらんこと言ってんと、とりあえずついでいこう。仕事終わりの一杯目、これが最高。とりあえず一杯。初空にグラスも左手添えるだけ。ありがとうございます。至福の時間。まず用意していただいた基本のおかずはキムチ。トックにはこれがないと始まらない。そしてビンデトックのタレってことで、早速お箸に狙いを定めてキムチの素へ1枚、そして欲望のもう1枚。俺の元へ来い。ご対面。香りも素敵なこのキムチを焼酎が残る口に一口。いやもうこれ絶対汁物に合うキムチやん。早くけえへんかなトック。これと一緒に食べたいな。もうほんま待ち遠しいな。もうちょっとかかりやるな。テーブルの上になんかとっくりみたいな入れ物やな。ちょっと拝借。胡椒って書いてあるわ。酒でも入ってんのかと思ったわ。周りの目を気にしながらちょっと覗いてみる。ギュ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 、よいしょっと。当たり前やけど胡椒やな。ちょっと手のひらに振りかけましてペロリ。胡椒、間違いなく胡椒。ヒリヒリする。犬にも大変身。多分この店創業してから初めてやと思う。胡椒だけでいっぱいいくやつ。そのための胡椒ちゃうから。そんなアホな俺は見かねてなのかやってきた。胡椒だけで一杯やってたの見られたんかな。
綺麗で可愛らしい。とりあえずまずは何といってもマンドゥ。スプーンの上から今にもジャンプしそうなマンドゥ。香りもいいマンドゥ。笑みもこぼれ、理性を失っていない俺は夫婦。十分に冷ました上で一口。新年を迎えたばっかりやのに、口の中で龍はそこら中で爆発を起こし始めた。キムチマンドゥやから、まずはキムチの香りがふわっと、そして皮は柔らかく、中に入っているお肉の香りが強く残る。こうなってまうとすかさずキムチ。マンドゥの中に入っているキムチとはまた違うシャキシャキとした食感。スープの中にはお肉も入っている。一口。マンドゥの中に入っているお肉は結構食感があってんけど、こっちはつるっと入っていく。柔らか。そして忘れちゃいけないスープ。下からすくい上げたらノンストップへ口へと向かう。全体的には淡白な味。一口飲んだら二口目もいってしまいそうな味。やんこれ。やん、ついでに焼酎も一杯。あれ、変なとこ入ってもうた。覆いかぶさる具の下にはもちろんお餅と、新年やからな、これ食べとかんと。まずは欲張らんとスプーンに乗る量だけ。そしてすぐさまフーフーをし一口。ちゃんと餅を噛んでるぞという食感が残るいい状態。韓国のこのトックに入ってるお餅は食べやすくてええよな。数えてみたらマンドゥは8つ入ってる。まだまだ入ってるから心にも余裕がある。マンドゥ一口、キムチ一つかみ。俺はこの時点で確信した。もうこれが今日の流れ。そんな流れを一変させるものが向こうからやってきた。あれ、あんな可愛いやつ頼んだっけ。見た目可愛いねんけど、ほら、丸。パンケーキのような見た目のビンデトックを一切れ。生地の中にも具がたくさん入ってんのがこっから見える。タレあるけどやっぱり最初はこのままで一口。噛んだ瞬間パリパリという音が自分の耳に入ってくる。感じとしてはちょっとコロッケみたいな感じ。残りの部分はタレと一緒に唐辛子の入ってるタレにつけたら、さっぱりとした辛さが口の中に入ってくる。やっぱり油で揚げたものは唐辛子のちょっとしたピリッとさとよう合うよな。よう合うよななんて風に考えたら、もう一つよう合うもの、ガマちゃん。口の中に残った油をガマちゃんで流し込む。この辺でようやく俺の体も温まってきた。さっきのバスケとは比較にもならん。襟をビシッと。体が温まってきて潤滑油をさした左手にスプーンをセット。ここから俺の指揮者生活が始まる。スプーンの上にマンドゥを一つ。俺はアマデウスや。マンドゥの真ん中をパカッと、もう一つパカッと。そしてタレの中に入っているこの唐辛子、慎重に中へねじり込む。可愛らしく顔も出す。大満足げな顔。指揮者の次は医者免許を取得。縫合手術をした後退院させて一口。おお、肉肉しいマンドゥの中に入ってくる唐辛子の爽やかな香り、キムチ、そしてスープ。白いシャツという白衣をまとった俺は非常に落ち着いてまう。まだまだたくさん残るお餅。それも軽快にパクリ。何か思いついた時は指揮者に変身。再びマンドゥをスプーンの上に乗せていく。次は唐辛子ではない、こいつだ。1枚2枚3枚ほどつかみ、そのままベッドイン。そのまま指揮者は解雇され、再び上に乗っけて持ち上げる。もう離さない。ギュッと掴んだ右手と左手で同時に一口。さっきの唐辛子とは違う肉肉しさの中に入ってくるキムチの酸味。もうあと2切れになってもうた。また思いついても発明の王やな、エジソンやな。これは一つ二つ、ドヤ顔からのもう一つ。 UFO のようなビンデトクに装飾をしてあげた。こうやって3つも乗せた以上、これは一口でいかんとな。心の中で準備体操して大きく一口。まさかこれ自分でも一口で入るとは思ってなかった。パサパサとした音が俺の顎を動かす原動力になっている。一旦口の中をリセットさせるため
スープも口に含む。スタンディングオベーションではなくシッティングオベーション。でもそれはただの拍手やねんけどな。そしてここでガマちゃん。気合が出たところでここから本格的にお餅を食べていく。ここでもやはり丁寧にお餅はスプーンの上に乗せてあげる。俺の基本姿勢は乗せれるだけ。もう一度。あれ、俺は諦めの悪い男で有名。挑戦してこそ次がある。諦める。いくつか一緒に口に入れることでこの餅のもちもち感が倍増。もう一度味わいたい。1枚2枚。ここで俺のエジソンが登場。カーペットの滑り止めみたいな役割だ。そして1枚掴んで乗っける。ほら、何も考えてへんように食べてるようにだけ見えてるかもしれんけど、俺ちゃんと考えてや。諦めも大切。海苔から出てくる磯の香りもちょっぴり合流。今日はここにマンドゥの入ったトックを食べに来てんねんけど、新年やからと思って食べに来た。家庭によってちゃうと思うけど、俺の家では1月1日から3日まではお雑煮と言っても、韓国は今年は2月の2週目ぐらいからソルナルやから、またその時にトックは食べるやろな。何かに言い訳をつけて食べ物を食べに来る。何かに言い訳をつけて酒も飲みに来る。そういう言い訳が何かのきっかけになるってやないの。最後の一切れのビンデトックも肉々しさとパリパリの間に包まれ楽しませていただきました。スープを飲んでたら思い出す。これか、これやん。このタイミングでこれやん。さっき食べる前に舐めてる場合ちゃうで。ここで少し味変。よくかき混ぜてあげる。一杯飲んだら唇から伝わるこの胡椒の大切さ。やん、よう合うやんこれ。そんな胡椒の大切さを感じながら一気に完食。最後に残ったこのキムチ。やっぱりこれがないとハッピーエンディングは迎えることができない。さてガマちゃんもそろそろ最後の一杯ぐらいになってきた。最後の一滴まで。本日最後の一杯。そういやこれ気になってて、おぼっチェンバン。あれやろ、平たい鍋に牛肉とかバー並んで、このお店やったらマンドゥとかも入ってくんやろ。うまそう。今度はこれやな。クッケウィサダン駅にあるマンドゥの美味しいお店。酔いどやから仕方ないとは思うけど、もうちょっと価格が安かったらな。結構くんねんけどな。けどお腹は大満足。あったかいもん食べて体もあったまったし、感じや。韓国冬の名物ブンオパンが売ってる。いやこれは食べたいわ。食べんとあかんやろ。終わってたお店。もう口の中はほんのり甘いもん入れたくて仕方なくなってる。もう我慢するか。あれは何？ほどかじゃ。くるみまんじゅうやな。もう一個の鉄板の方にはピーナッツが入ってるみたい。捨てる紙あれば拾う紙あり。少しおまけに入れてくれてお持ち帰り。冷める前にちょっとだけ食べたい。キムオナさんや。国民的スターの前で食べるのはちょっとあれやけど、あったかい。匂い。一つ掴んでパクリ。あかん、これ一つで止まらんのんちゃうかな。下の方からほどかじゃもん。あったかい。国会議事堂の光と袋から手に伝わる温かさとともに、今日の食物語はここでおしまい。ちゃうもこすみだ。